ごめんなさい。俺はつぶやいた。謝った相手は突然現れて目の前にいる女子高生ではない。誰よりも俺に優しく接してくれていた女性、翔子さんに対して。翔子さんは俺が心の中でずっと母のような存在だと感じていた人だ。翔太郎くん、高校はちゃんと卒業するのよ。寮のドアを開けた直後、翔子さんは俺に言った。その日の朝、今日戻りますとは伝えたが、帰り着く時間までは言っていない。まさか玄関で待っているとは思ってもいなかった。はい。これからのことを何も考えていなかった俺は、その後の言葉が続かない。すると翔子さんは真剣な表情で言った。翔太郎くんが独り立ちできるって判断するまでずっとここにいていいからね。翔子さんの優しい励ましの言葉に俺の目に涙がこみ上げる。するとうつむいていた俺の肩に何かが乗った気がした。顔を上げると翔子さんが俺の両肩に手を乗せてにっこり微笑んでいる。よろしくお願いします。俺は翔子さんの家に住み続けることが決まった。俺は小学5年生の夏から父方のばあちゃんと二人暮らし。両親が交通事故で亡くなってばあちゃんに引き取られた。俺にとってばあちゃんは太陽みたいな存在。いつも温かくて優しくて、そして時には厳しくて。両親を亡くしたショックで落ち込んでいた俺が早く立ち直れたのはすべてばあちゃんのおかげだった。悲しみは閉じ込めるもんじゃない。すべて外に吐き出すのが一番だ。両親の葬儀が終わるまで俺は全く泣かなかった。ショックが大きすぎて泣けなかったのだ。ばあちゃんのその一言で俺は咳を切ったように泣いた。俺が泣いている間、ばあちゃんはずっと優しく背中を撫でてくれた。どれくらい泣いていただろう。少し落ち着いて顔を上げると、ばあちゃんと目が合う。ばあちゃんは何も言わずににっこりと微笑んだ。その優しい微笑みを見て感じたのは、包み込まれるような安心感。俺は自分の居場所を見つけたような感じがした。それ以来だったと思う。ばあちゃんを笑顔にすることが俺の目標になったのは。高校への進学を迷っていた俺の背中を押したのもばあちゃんだった。ばあちゃんの口癖は、学問は身を立てる。お金のことは心配しなくていい。将来やりたいことができるようにしっかり勉強しなさい。ばあちゃんと住んでいた家は町から20キロもある場所。俺は行きたい高校があったが、その家から通うことは無理だ。実はばあちゃんからそう言われるまで、家から通うことができる高校に進もうと思っていた。しかしばあちゃんの一言で、俺の気持ちは固まった。ばあちゃん、俺行きたい高校があるんだけど。ばあちゃんは深くうなずいた。俺は希望していた高校に合格。学校が指定する寮に入寮した。寮といっても民家の空き部屋を利用した一軒家。自宅から通えない学生のために高校が契約を交わしていたところだった。そこの寮母が翔子さんだ。二人のお子さんはすでに独立し、ご主人は10年前に亡くなったとのこと。空いた部屋がもったいないからと5年前から寮母をしていると聞いた。翔子さんと一緒に暮らし始めて、俺は気づいたことがあった。雰囲気がどこか俺のばあちゃんに似ているということだ。思わずばあちゃんに、寮母さん、ばあちゃんにそっくりなんだ、と電話してしまったほど。そのことを俺から聞いたばあちゃんは、そんなに美人なのかいと言って笑っていたが、大好きだったばあちゃんが亡くなったのは、俺が高校3年生の夏だ。ばあちゃんの通夜と葬儀は、近所の人たちがすべてやってくれた。俺と離れて暮らすことになったばあちゃんは、いつお迎えが来ても困らないようにと、ご近所さんにお願いしていたらしい。
エンディングノートも書いていた。まだまだ頑張るよ。俺が帰省した時、いつも笑顔を振りまいてそう言っていたが、本当は自分が亡くなってからのことを考えてくれていたなんて。ばあちゃんの深い愛情を改めて知った日の夜、俺は布団の中で小さく丸まって泣いた。翔太郎くん、高校はちゃんと卒業するのよ。翔子さんからそう言われたのは、落ち込んだ気持ちを引きずったまま寮に帰った時だった。俺はばあちゃんの言いつけを守って学業は頑張ろうと思っていたから、翔子さんの言葉に思わずきょとんとする。その表情で翔子さんは察したようだ。あら、そうなの。よかった。翔子さんは心の底からほっとしたような顔をした。そんな翔子さんの様子に俺は気持ちが和んだ。そしてばあちゃんが言っていたことをふと思い出す。悲しみは閉じ込めるもんじゃない。すべて外に吐き出すのが一番だ。そう思ったら涙が出てきた。こらえてきた感情が吹き出すように俺は思い切り泣いた。つられて翔子さんも泣く。驚いて見に来たり、部屋から顔を覗かせたりする寮生もいたが、そんなのはお構いなしに泣いた。俺が翔子さんの家を出ることになったのは、4年生の大学を卒業して就職が決まり、九州で働くことになったから。家を出ていく前日まで実感はなかったが、さすがに旅立つ日の朝は気持ちが重かった。それはそうだ。翔子さんとこの家には7年間もお世話になったのだから。たまに帰省する長男の和樹さんと長女の奈美さんの家族ともすっかり仲良くなっていたほどだ。同居人の高校生が登校したのを見計らって、俺はダイニングへと向かう。あ、翔太郎くん、おはよう。翔子さんはいつもと変わらない笑顔。おはようございます。元気なくそう言ってテーブルに着いた途端、涙がこみ上げた。目の前には白いご飯と味噌汁、目指しに卵焼き。翔子さんの最後の手料理だと思ったからだ。すると俺はあることに気づいた。翔子さんが台所の方を向いたまま動かないことだ。肩が震えている。おそらく泣いていたのだろう。7年間、本当にありがとうございました。思わず立ち上がり、深々と頭を下げた。振り向いた翔子さんはぎこちない笑顔で言った。ここが自分の家だと思って、いつでも帰ってくるんだよ、って。社会人になってから5年後、俺は会社の後輩、みゆきと結婚することになった。俺はどうしても結婚式に招待したい人がいた。翔子さんだ。翔子さん、俺結婚するよ。招待状を送る前、俺はどうしても直接本人に伝えたくて、翔子さんに電話をする。おめでとう、よかったわね。電話口の翔子さんの声は弾んでいた。それなのにだ。翔子さんから送り返された招待状を見て、俺は愕然とした。欠席に丸が囲まれていたからだ。どうしても理由が聞きたかった俺は、翔子さんに連絡を入れる。その日はどうしても外せない用事があるの。そう説明する翔子さんは歯切れが悪い。結婚式は3ヶ月先だ。失礼だが寮母の翔子さんにそんな先の予定がすでに決まっているとは思えなかった。翔太郎くん、もうここには来ないでくれるかな。結婚式への出席を直談判するために翔子さんの家に直接出向いた日のこと、翔子さんは硬い表情で言った。思ってもみなかった翔子さんの言葉に俺は固まる。沈黙に耐えられなくなった俺はその場から逃げるように立ち去った。俺は悲しかった。翔子さんが俺たちの結婚式に出席してくれないことはもちろんだが、なんとなく心が離れ離れになったように感じたからだ。
そして俺は翔子さんに連絡ができなくなる。あれほど翔子さんを結婚式に招待したいと思っていたのに、そんな気持ちもなくなった。それから月日は流れ、いよいよ結婚式を翌日に控えた日、朝早い時間にアパートのチャイムが鳴った。一体誰だ？結婚式前の最後の打ち合わせをするため、明日から妻になるみゆきはすでに来ていた。しかし他に家を訪問する予定の人はいない。不思議に思いながらドアを開けると、そこにいたのはブレザー制服姿の女性。女性の肩越しに、俺が住むボロアパートには不釣り合いな黒塗りの高級車が止まっているのが見えた。よかった、いらして。お兄様、ご無沙汰しています。いきなりその女性が言い放った言葉に、俺は固まった。兄弟がいない俺に、お兄様と呼ばれる相手など存在しない。しかも全く知らない女性からお兄様って言われたら、誰だってびっくりするはずだ。お分かりにならないのも無理ないことですわね。俺が呆然としていると、その女性がつぶやく。物腰柔らかに上品な話し方で。そして女性は上着のポケットから一枚の写真を取り出した。お兄様、これ覚えてらっしゃらない？忘れているはずがない。だって差し出された写真は、俺にとって宝物のような一枚なのだから。その写真は、俺が就職のため、寮を離れる日の朝に撮られたもの。俺と翔子さん、その日わざわざ俺を見送りに来てくれた和樹さんと奈美さんの家族も一緒に収まっている。俺は写真に写っている一人の女の子に目が留まった。そしてゆっくりと顔を上げる。気づいていただけましたか？久美ちゃんはにっこりと笑った。大きくなったね。それにとっても美人になった。思わず俺は頭に浮かんだことを口にする。俺が寮を出るとき、久美ちゃんは確か小学6年生だった。久美ちゃんも一人っ子だったせいか、俺のことをお兄様と呼んで慕ってくれた。そう呼ばれるのはどこかくすぐったい気持ちだったが、久美ちゃんのお父さんの和樹さんは会社の社長。お嬢様だからそういう言い方になるのだろう。そう考えて呼ばれるたびに違和感を感じながら、妹みたいな存在の久美ちゃんが言うお兄様を受け入れた。昔のことを考えていると、久美ちゃんが写真の中の翔子さんを指さして尋ねた。お兄様、この方が何者かご存じないのですか？いきなりの質問に俺が答えられずにいると、久美ちゃんが続ける。おばあ様は高田グループの会長なんですよ。え？驚いた俺は言葉を失う。高田グループといえば、地元では知らない人がいないほどの企業だ。翔子さんがその会長だったなんて。翔子さんが寮母になったのは、会社経営の第一線を退いて、日本の将来を担う若者の成長を手助けしたいと考えたからだ、ということも初めて知った。翔太郎、立ち話もなんだし、上がってもらったら？みゆきの一言で俺は我に返った。久美ちゃんは俺に何か言いたいことがあって、わざわざ俺のアパートまで来たことは間違いない。話を聞かせてほしい。散らかっているけど、どうぞ。俺はそう言って、久美ちゃんを部屋に招き入れた。ごめんなさい。久美ちゃんから一通り話を聞いて、俺はつぶやいた。翔子さんが俺の結婚式に出席したがっていたが、できなかったことを知ったからだ。いつからだっただろう。俺は泣いていた。横に座っていたみゆきも泣いていた。久美ちゃんが俺のアパートを訪れたのは、翔子さんが俺たちの結婚式に来られなかった理由をきちんと説明したいと考えたからだった。その日の朝、久美ちゃんは翔子さんの家に行った。入院していた翔子さんから
着替えを持ってきてほしいと頼まれたからだ。寮母の仕事は代理の人を探して頼んでいるらしい。用件を済ませてふとリビングを覗いたとき、久美ちゃんは壁にかかっていたカレンダーに目を留めた。ある日付に大きな花丸が描かれていたからだ。息子翔太郎くんの結婚式。花丸の下にはそう書き添えられて。そのことを聞いて俺は思わず胸が熱くなった。俺が翔子さんのことをお母さんと思っていたように、翔子さんも俺のことを息子だと思ってくれていたことが嬉しかったからだ。おばあさまはお兄様の結婚式に出席することを楽しみにしていたのよ。でもその後で大腸がんが分かって、手術の後で出席できないのが悔しいって繰り返しおっしゃっていたわ。久美ちゃんが教えてくれた。でもなんで本当のことを教えてくれなかったんだろう。俺の思ったことが分かったかのように久美ちゃんが言った。おばあさまは元気がない自分を人に見せるのを嫌がる人ですから。今の容体は。思わず俺が尋ねると、久美ちゃんは少し笑顔になっていった。術後の経過は順調です。元気ですよ。ほっとする俺の横で、みゆきが久美ちゃんにある提案をする。久美ちゃんの表情が笑顔になった。ありがとうございます。おばあさますごく喜ぶと思います。病気だってもっと早く良くなるはずです。それから1時間後、俺とみゆき、久美ちゃんは翔子さんが入院している病院にいた。病院の関係者にお願いして、そういうことならと無理を聞き入れてもらった。俺とみゆきの場違いな格好に周囲が驚いた表情を向ける。中にはおめでとうとかお幸せになどと声をかけてくれる人もいた。俺がタキシード、みゆきがウェディングドレスを着ていたからだ。みゆきが俺たちにした提案とは、翔子さんの病室で結婚式を挙げることだった。俺の姿を見た翔子さんは一瞬だけ笑顔になった後、泣き出してしまう。俺は泣かないように耐えたが、思わずもらい泣きしてしまった。横にいたみゆきもだ。翔子さん、いやお母さん、俺結婚します。ようやくそれだけ言うと、翔子さんは何も言わずに、うんうんという感じで何度もうなずく。お母さん、はじめまして。みゆきと申します。翔太郎さんの妻になります。みゆきも翔子さんのことをお母さんと呼んでくれたことが、俺は嬉しかった。母さんにはまだまだ元気でいてもらわないと、俺が戻る家がなくなるじゃん。俺がそう言うと、翔子さんが微笑む。少し痩せたようだったが、俺が寮生活をしていた時と同じような温かい笑顔だった。そうね、まだまだ頑張らないとね。翔子さんは言った。大きくなったわね。もう8ヶ月だもんね。翔子さんがみゆきのお腹をさすりながら言った。翔太郎くんとみゆきちゃんの子供に会えるの楽しみだわ。翔子さんが嬉しそうに言う。頼りにしてるよ、おばあちゃん。お任せあれ。翔子さんの返事に、俺とみゆきは顔を見合わせて吹き出してしまう。翔子さんも笑った。3人の笑顔にもうすぐ可愛い笑顔が加わる。